夜しか時間がない方は、実は最も有利な条件で練習をしています。こんにちは、フリーマンです。夜しか時間がないからギターが弾けないと思っていた方へ。その認識は逆です。夜の練習環境は上達において非常に有利な条件を複数揃えていると言えます。音楽の練習に限らず、技術の習得において夜間の練習が効果的であることは複数の研究で示されているようです。今回はその理由を科学的な視点とギター練習の実態の両面からお伝えしていきます。夜の練習が有利な4つの理由。1つ目、集中が途切れない環境になる。昼間は外部からの刺激が多い状態にあります。電話や通知、生活音や人の声、日光の変化など。これらは脳の注意を分散させ、練習への集中を妨げます。しかし夜になるとこれらの刺激が減ることで、自分の音と演奏だけに意識を向けやすい環境になります。集中した15分の練習は、散漫な1時間よりも上達に直結するということですね。特にクラシックギターのような繊細な音楽では、この集中の質が演奏の質に直結します。2つ目、睡眠による記憶定着の効果を最大化できる。睡眠中に脳は日中の記憶を整理定着させますよね。特にレム睡眠、浅い眠りの段階でその日に学習した運動技能の記憶が強化されることが知られています。就寝前に練習した指の動きや音の記憶、フレーズのパターンは睡眠によって翌朝に定着した状態になっています。同じ練習内容でも就寝前に行うことで翌朝の再現性が高まるということですね。3つ目、一日の終わりの自分だけの時間になる。仕事、家事、育児が終わった後のギターは義務ではなく解放になります。弾くことがやらなければならないことではなくて、一日の締めくくりの楽しみになった方はもう練習が苦にならないでしょう。この感覚を持ってた方はギターを長く続けられると言えますね。4つ目、静かな環境が音への感度を上げてくれる。夜の静けさの中でギターを弾くと昼間より自分の音がよく聞こえてきます。外部の雑音が減ることで音の細部への意識が上がってくれます。音量のわずかな差や音の余韻の長さ、弦の振動のニュアンスなど、これらを感じ取れるようになると演奏の表現力は飛躍的に上がるでしょう。耳の感度が高い環境での練習は表現力の上達を加速させる一つの要素となってくれます。夜の練習をより良くするおすすめの環境設計を見ていきましょう。まず、照明を落としてみる。明るすぎる部屋よりランプ一つの暗めの空間の方が集中がしやすいです。照明を落とすだけで練習の質感が変わります。脳がリラックスする時間と認識することで、練習の緊張がほぐれ、指の動きが柔らかくなるでしょう。これはパフォーマンスにも影響しそうですね。スマートフォンを別の場所に置いてみる。これよくあると思うんですが、通知が来るたびに集中力が途切れてしまいますね。一度途切れた集中力が完全に戻るまでには数分かかるという研究もあるようです。15分の練習の間にもし3回通知が来ると、実質的な集中時間は半分以下になってしまう。と思うと、練習中はスマートフォンを別の部屋に置いたり、または通知をオフにする。こういったことを実践する価値は十分あると言えるでしょう。サイレントギターとヘッドホンで完全な没入環境を作ってみる。外部への音漏れがなく、自分の音だけがヘッドホンで聞こえる状態は、練習のためのかなり質の高い没入環境と言えます。深夜12時でも、近隣への配慮も家族への遠慮もほぼほぼ不要になります。
この環境があれば、夜しか時間がないという条件が制約ではなく、最高の練習環境への入り口となります。照明を落とした部屋でヘッドホンをつけてギターを弾く。この時間を知っている方は、ギターをやめる理由がそこにはもうないかもしれません。まとめです。夜しか時間がない方へ、あなたの条件は恵まれています。夜の静けさ、就寝前の記憶の定着、一日の締めくくりとしての開放感、音への感度の高まり。これらはすべて夜に練習する方だけが持てる条件です。制約だと思っていたものが実は最大の武器だったと気づいてしまいましょう。夜しか時間がないからこそ、誰よりもいい練習環境を持っている可能性があるということですね。サイレントギターについて、クラシック目線で検証や実演の動画を出しています。ご興味あればチャンネル登録しておいてくださいね。また、サイレントギターやクラシックギターで困っていることがありましたら、ぜひコメントをご活用ください。別動画で検証していきたいと思います。ではまた。